皆さんこんにちは。ブラジルに嫁いできた日本人の専業主婦です。突然ですが、私たちは今夜行バスでリオデジャネイロに向かっています。ブラジルで夜にバスで移動すること自体かなり不安でビクビクしていました。本当に治安は大丈夫なのかとかなり身構えていましたが、予想に反した清潔な車内と快適さ、想像の斜め上を行くサービスエリアでの休憩タイム、いろんな意味で衝撃の連続でした。このチャンネルでは毎週土曜日に日本の裏側ブラジルから日本人が見たリアルな日常を配信中です。よかったらチャンネル登録していただいて、リアルなブラジルを楽しんでいただけたら嬉しいです。ブラジルライフ。ここが出発地点のクリチバのバスターミナルです。長距離バスの出発地として毎日たくさんの人がここから旅立っていきます。ちなみにクリチバからリオデジャネイロまでは東京から広島ぐらいの距離で、バス移動だと休憩込みで13時間ほどかかります。そんな長時間バスに乗るのは初めてなので、ちゃんと寝れるか心配です。バスターミナルには売店やフードコート、待合室もあって、ちょっとした空港のような雰囲気です。着いたらまず自分の予約したバス会社のカウンターを探します。事前にインターネットで予約して送られてきた PDF ファイルを見せて、紙のチケットを発行してもらいます。まだ夜ご飯を食べてなかったので、何か軽く口に入れられるものを探したいと思います。パン屋さんがめっちゃ多いです。この時間でもターミナル内の飲食店はまだ普通に営業してました。どのパン屋さんもだいたい同じようなものが並んでいます。毎回一通り見回して、結局ポンデケージョになります。こういう駅にあるようなパン屋さんではなかなか魅力的なパンを見つけるのは難しいです。全体的にドライで硬い印象です。ここからちょっとブラジルの闇の部分なんですが、街の中心地に来ると結構ホームレスや物乞いの人たちが多くて、特にこういうバスターミナルとかは旅行者をターゲットにお金を要求してくる人で溢れています。一旦改札を入ってしまえば大丈夫なのですが、改札の外の売店などで何か買おうとすると、次から次へと物乞いの人たちが寄ってきます。なのでそういうのを避けたい人は一刻も早く改札の中へ入ってしまうことをお勧めします。私は今回このターミナルを利用するのが初めてで、そういう事情を知らなかったので、パンを選んでたら後ろから物乞いのおじさんに声をかけられて現金を要求されました。でも現金は渡さずに、代わりにパンを一つ買ってあげることにしました。ブラジルに来て以来、車で信号待ちしてる時やショッピングモールの前などで、これまでも数えきれない物乞いの人たちに遭遇して、助けられたらなと思う反面、そんなことしてもきりないし、お金を渡してもそれをドラッグに使う人たちも多いみたいで、どうするのが正解なのかといつもモヤモヤしてました。そんな中、今のところたどり着いた結論は、お金じゃなくて食べ物を渡すということです。今回みたいにパン屋さんの前とかだったら、そのまま何か買って渡せばいいし、最近自分の中で考えているのは、車で出かけるときは手作りクッキーでも焼いていって車に常備しておいて、そういう人に遭遇したら現金の代わりにクッキーを渡そうかなと思ったりもしています。他にも靴下とか歯ブラシとか、少しでも清潔に過ごせるような実用的なものもいいかもしれません。なんか日本ではなかなか遭遇しない場面なので、正解がわからないというか、何でもかんでも要求に応えるのも違うと思うし、かといって完全に無視するのも違うなと思って、いろいろ考えさせられます。ブラジルライフ。というわけで気を取り直して出発20分前になったので、そろそろバスに乗り込みたいと思います。さっきカウンターで発行してもらったチケットの QR コードをかざして改札をくぐります。今回の夜行バスは2階建てで、黒くて大きい、少しいかつい感じの車体でした。Tudo bem? Boa noite. Tudo bem.
今回は偶然にも2階の最前列をゲットできました。2階建てバスに乗るのは生まれて初めてで、一人で密かに大興奮してました。しかも一番前なので景色を独り占めできる VIP 席で、もはや気分は遊園地のアトラクション並みにワクワクしてました。まだ新しいバスなのか新車のレザーの匂いがしました。シートはクッションがしっかりしていて座り心地抜群。フルフラットにはなりませんがリクライニングができてフットレストもついています。上にはエアコンと照明の調節がついていて、サイドには US ケーブルがさせるジャックが2つあって携帯の充電もバッチリです。ただブランケットやクッションはなかったので今回は家から持参したんですが、事前に確認することをお勧めします。前には手すりがついていて遊園地の乗り物を連想させます。ドリンクホルダーもついていて、お気に入りのドリンクを置いて気分を上げたところでいざ出発です。こんな感じで完全に旅行気分で楽しんでいますが、実は今回のリオデジャネイロ行きはそんな楽しい用事じゃなくて、むしろあんまり行きたくない用事のために向かいました。詳しいことはまた後ほどお話ししようと思います。今回の夜行バスでは途中サービスエリアでの30分の休憩が2回ありました。でも失礼ながら私は最初からブラジルのサービスエリアには全く期待してなくて、最低限のトイレで、あとは軽くストレッチでもして休憩できたらいいかなぐらいに思ってました。でも入るや否やショッピングモールかと思うくらいの明るさと清潔さで、トイレに関してはブラジル移住2年目にして過去一ともいえる綺麗さでした。後から調べて知った話なんですけど、このグラールというサービスエリアはブラジル国内でも屈指のハイクオリティなサービスエリアらしく、現在国内に61店舗展開しているそうなんですが、その中でも今回訪れたサンパウロ州の店舗はグラールグループの中でも特に評価が高く、旅行者に大人気だそうです。ブラジルライフ。まずは入り口で買い物をするしないにかかわらず番号札を取ってゲートを通ります。このシステムは結構ブラジルのベーカリーやレストランに多くて、何か商品を買うたびにこの番号札に記録していって、最後にレジでまとめて支払い、また出口専用の改札から出るというシステムです。万引きとか不審者の侵入対策にはいいのかもしれません。まず中に入ると豪華なビュッフェが長旅で疲れた旅行者を歓迎してくれます。パンやケーキなどの軽食からブラジル料理のフェージョンや郷土料理、豪華なお肉にチーズ、まさに砂漠の中のオアシスです。このサービスエリア全体が24時間営業していて、朝食からディナーまで幅広いニーズを満たしてくれます。もう幸せすぎて2時間ぐらいここにいたかったんですけど、今回は休憩時間30分しかないので手軽に食べれそうなものにしておきます。とここで何気なく取ったチキンカツのようなものがめちゃくちゃ美味しかったです。これは前回も話したブラジルあるあるで、予期せぬところでとてつもなく美味しいものに出会えるシリーズでした。Really good. Chicken.
Unexpected late. もうこの時点で大満足なんですけど、驚くのはさらにここからで、旦那さんがびっくりした様子で見てあれって言うから何かと思えば、なんと日本語で中津川公園と書かれた大きなゲートを発見しました。実はこのサービスエリアがあるサンパウロのレジストロ市は岐阜県の中津川市と姉妹都市らしく、サービスエリアの創業50周年の記念として店舗内に日本庭園が作られたそうです。池や鳥居、盆栽など結構本格的な感じで綺麗に手入れされていて、別世界に来たような不思議な体験でした。日本人から見ると仏像と鳥居が同じ空間にあるのが少し違和感ですが、日本の文化を最大限に伝えようっていう思いが伝わってきます。日本のお土産もたくさん売られていました。栗入りの粒あんどら焼きがめっちゃ欲しかったんですけど、値段を見て速攻諦めました。さすがはブラジル。サービスエリアでもこんな肉の塊が売られています。もはやアイスクリーム的な扱いです。それにしてもサービスエリアでこんなにワクワクするのは私だけでしょうか。私は小さい頃から高速道路にあるサービスエリアが大好きで、旅行先よりもむしろサービスエリアを巡ることをいつも楽しみにしていた記憶があります。まさかブラジルでこんな取れ高のあるサービスエリアに出会えるとは思いもしませんでした。最後にバスの中で食べる夜食のフルーツを買っていきたいと思います。ブラジルのカットフルーツはクオリティが高くて、どの果物もとても甘くて外れが少ない印象です。サービスエリアで興奮しすぎたのか、結局一睡もできず朝を迎えてしまいました。実は今回の夜行バス、私たちが乗っていた2階の部分は全てリクライニングシートだったんですけど、1階部分はフルフラットのベッドのようになっているらしく、値段は倍ぐらいするそうなんですが、次回はぜひそちらでお願いしたいです。20代前半ぐらいまでは夜行バスで普通に熟睡できてたし、着いた日も朝から元気に活動できてたのに、30代後半に差し掛かった今、夜行バスや飛行機で快適に寝るにはいろんな努力とお金が必要になってきている自分がいて、老いを感じています。ブラジルライフ。さて2回目の休憩タイムです。今回も先ほどと同じグラールというサービスエリアでしたが、規模は小さめでトイレの綺麗さはまずまずでした。軽く朝食をいただいておきたいと思います。
ブラジルでは焼き菓子のようなケーキも定番で、私のお気に入りはチョコレートが乗った人参ケーキです。ブラジルのコーヒーマシンはバリエーションも多くて、味のクオリティも高いです。ちょっとゆっくりしすぎて出発ギリギリになって慌ててたら、間違って違うバスに乗り込んでしまいました。でも運転手さんが声をかけてくれて助けてくれました。休憩でバスを降りるときは自分のバスのナンバーをちゃんと覚えておかないとダメですね。あと3時間ほどでリオデジャネイロに到着です。日が昇ってきてようやく景色を楽しめるようになってきました。ブラジルのハイウェイは日本のように壁で覆われたりはしてなくて、自然を満喫できるのがいいところだなと思います。ここでブラジルの道路事情を少し話したいんですけど、私は免許は持ってないし、基本いつも助手席なんですが、なんかいつもこう乗っててヒヤヒヤするというか落ち着かなくて、この違和感は何だろうってずっと思ってたんですけど、最近気づいたのが、それは多分車同士の距離が近いからっていうことです。ブラジルに来て1年経って、もはや日本の道路の感覚を忘れてしまったんですが、ブラジルって普通の道路もハイウェイも一車線の幅が狭い感じがして、隣の車線の車とすれ違う時にかなりこうスレスレで、ちょっとハンドル操作ミスればぶつかってしまいそうで、いつもそわそわしてます。多分日本と逆の右側走行なので、左側から追い越されることも違和感でドキッとします。このスリルを感じるのは私だけなのかとても気になるので、日本からブラジルに旅行に来る方がいたらぜひ聞いてみたいです。あともう一つ怖いのが、どこでも横断してくる歩行者です。街中だと信号ないところでの歩行者の横断は日常茶飯事で、信号があったとしても赤信号を無視する歩行者がほとんどです。こんなハイウェイでさえもたまに横断してる人を見かけるので、本当に怖いです。仮に免許を持ってたとしても、私はブラジルでは運転できないなと思います。ブラジルライフ。ようやくリオデジャネイロの街が見えてきました。私の住むクリチバと同じようにチューブ式のバス停がたくさんありました。でもクリチバのものとだいぶ雰囲気は違って、どのチューブもカラフルにペイントされていました。高架橋とか壁も街全体にもはやペイントか落書きかわからないんですけど、賑やかな印象です。というわけで13時間の長旅を経て、ようやくリオデジャネイロのバス停に到着しました。今回のブラジルの夜行バスツアーはいかがだったでしょうか。動画少しでも楽しんでいただけたらいいねボタンよろしくお願いします。また感想もぜひコメント欄で聞かせてもらえたら嬉しいです。ちなみにこの旅の続きはまた次回の動画でお話ししたいと思いますので、まだの方はチャンネル登録していただいて最新動画もぜひご覧ください。それではまた来週の土曜日にお会いしましょう。